はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きてる山ちゃんと申します。ついにサマーセールがやってきました。50% から 70% オフが当たり前。90% オフもゴロゴロ出てくる大規模セール。開催期間は日本時間で6月の24日午前2時から7月の4日午前2時までとなっております。私のチャンネルは新作をメインに紹介しているチャンネルなので、今回のサマーセールは今年発売された新作に絞ってお買い得なセール対象商品を紹介していきます。この動画では今年発売された作品、Steam でしか遊べない作品、今のところ 80% 以上が高評価な作品を基準にピックアップしました。新作なので値引きは少ないかもしれませんが、Steam でしか遊べない新作ということで検討の余地はあるかと思います。サマーセールは2週間と多少時間はあるので、以前の動画で紹介したセール中のゲーム探しに便利なサイト SteamDB というサイトを解説した動画もあるので参考にしていただければ幸いです。参考プレイ時間は How Long to Beat というサイトのメインストーリークリア時間を参考にしています。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立ったら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。それでは日本語対応の作品から見ていきましょう。まずはじめに、ニーディーガールオーバードーズ。2022年1月21日リリース日本語対応の作品です。評価は圧倒的に好評。12000件中 95% の方が高評価。価格は1680円が1512円の 10% オフ。参考プレイ時間は4時間です。最強のインターネットエンジェル配信者を目指す承認欲求強めな女の子、超絶才川天使ちゃんとの生活を描くアドベンチャーです。プレイヤーは主人公アメちゃんのピとなって毎日の行動に口を出し、彼女の精神状態を管理しながら人気配信者へと育成していきます。リアルでは物静かなアメちゃんはわがままで性格の悪いちょっぴりメンタル弱めな女の子。配信時には性格が良いふりをしてすぐオタクにこびる超絶才川天使ちゃん。そんなアメちゃんと日常を過ごしつつ配信を行い、ちょっぴり病んだりお薬決めたりと闇の見え隠れするマルチエンディングのアドベンチャー。ちなみに10月に任天堂スイッチからリリースが決まっています。ニーディーガールオーバードーズは圧倒的に好評な日本語対応の作品です。ラフト。2022年6月21日リリース日本語対応の作品です。評価は非常に好評。15万2000件中 93% の方が高評価。価格は1980円が1683円の 15% オフ。参考プレイ時間は16時間です。2018年5月のアーリーアクセスを経て先日正式リリースされました。大海原の上にポツンと漂流する小さなイカダの上で生き抜くオープンワールド漂流サバイバル。何もないイカダの上からゲームはスタートし、プレイヤーは海上で見つかる漂流物などの資源を引き上げ、空腹や喉の渇きをしのぎ、この過酷な海でサバイバル生活を行うことになります。生き残るためには海から引き上げた資源を利用してイカダを増築し、衣食住といった生活基盤を整えることが重要です。さらにはイカダを破壊してくるサメなどにも備えなければなりません。また漂流していると無人島を発見することもあり、貴重な資源やアイテムが入手できるかもしれません。イカダサバイバルといったかなりロマンある本作はマルチプレイに人数制限はないとのことですが、8人程度が推奨みたいです。ラフトは非常に好評な日本語対応の作品です。アリーナ・オブ・ジ・アリーナ。2022年1月19日リリース日本語化モッドでの対応作品です。評価は非常に好評。1290件中 91% の方が高評価。価格は1320円が1056円の 20% オフ。参考プレイ時間は6時間です。プレイヤーはアリーナでの生き残りをかけ、剣闘士となって血に飢えた慣習のために戦うデッキ構築のローグライクストラテジーです。本作の特徴は攻撃と防御といった従来のデッキビルダーとは異なり、マス目で構成された位置取りといった要素を加え、地形を利用して優位に立ったり敵の攻撃を回避したりすることができる戦術性です。闘技場での戦闘に勝利することで新しいカードや報酬がもらえ、カードの強化や消去などを行ってデッキを構築していくといったシステムです。アリーナ・オブ・ジ・アリーナは非常に好評な日本語化モッドでの対応作品です。 Rise from your deathly
V ライジング2022年5月17日リリース日本語対応の作品です。評価は非常に好評。33,300件中 89% の方が高評価。価格は2050円が1845円の 10% オフ。参考プレイ時間は29時間です。先日のアップデートで公式に日本語対応しました。本作はヴァンパイアをテーマにゴシックなグラフィックで展開するオープンワールドのアクション RPG と一味違ったユニークさが興味をそそる作品です。ヴァンパイアは不死身でかなり強い印象ですが、本作のヴァンパイアは何世紀も眠りについたせいで力が衰えてしまったという設定です。日光はもちろん人間や闇の敵対勢力など様々な敵を退け、血を求めて集落を襲い、力を取り戻すために広大な世界を冒険していきます。さらに建築要素もあり、ヴァンパイアとしての力を取り戻し、領地を支配し、人間を忠実な下僕に変え、城を建設してヴァンパイア帝国を築き上げることができます。V ライジングは非常に好評な日本語対応の作品です。断雪ウォームスノー2022年1月19日リリース日本語対応の作品です。評価は非常に好評。15,900件中 89% の方が高評価。価格は1840円が1472円の 20% オフ。参考プレイ時間は6時間です。ダークファンタジーなローグライク RPG。物語の舞台は竜武時代の中国。突如暖かく溶けることのない断雪ウォームスノーが舞い散り、その雪を吸った人々は正気を失い化け物へと化していきます。プレイヤーは戦士ビアンとなって断雪ウォームスノーに隠された謎に迫っていくといった物語。2D の見下ろし視点で展開する本作はローグライク要素が満載なゲームで、最大6つのクラスをメインに多彩な武器、装備、スキル、レリックを組み替え、様々なキャラクタービルドを楽しむことができます。スピード感あふれるバトルと美しいグラフィックが特徴の作品。断雪ウォームスノーは非常に好評な日本語対応の作品です。コアキーパー2022年3月8日リリース日本語対応の作品です。評価は非常に好評。1300件中 89% の方が高評価。価格は1320円が1188円の 10% オフ。参考プレイ時間は19時間です。リリース以来好調な売り上げを伸ばし、6月のアップデートで公式に日本語対応しました。謎の洞窟が広がる地下世界を舞台にした本作は、1人から最大8人までのオンライン協力プレイが可能なサンドボックスアドベンチャーです。探検隊の一員である主人公がジャングルの奥地で光る石の塊コアを発見します。奇妙な異物コアに惹かれた主人公は異物に向かって手を伸ばすとまばゆい光に包まれます。目を覚ますとそこは謎の洞窟の中だったという物語。無限に広がる地下洞窟を探検し、発掘した資源やレリックで基地を作り、コアをパワーアップさせ古代の謎を解き明かしていく。建築、戦闘、農業、料理、クラフト要素を含んだサンドボックス型のアドベンチャー。コアキーパーは非常に好評な日本語対応の作品です。ホームビハインド2 2022年2月16日リリース日本語対応の作品です。評価は圧倒的に好評。5290件中 87% の方が高評価。価格は2050円が1537円の 25% オフ。参考プレイ時間は20時間です。内戦下のヨーロッパが舞台の難民ローグライク RPG。前作ホームビハインドの舞台スカリアの10年前を描いた作品です。独裁政府に対する革命戦争の渦中に独裁者の圧政に反旗を翻す。寄せ集めの遊撃部隊を組織指導し、独裁者の支配するスカリアに平和をもたらすといった物語。駐屯地を建設し、戦術立案や料理、科学技術のアップグレード、武器や装甲の製造を行い、政府軍にも抵抗できる戦力を整えていきます。ランダムに生成されるスカリアの西部のマップ上を自由に探索し、敵の油田や都市、司令部などへの攻撃を行い、革命への道を切り開いていきます。豊富に用意されているメインクエスト、サブクエストを進めることで見えてくる戦争と革命の歴史。ホームビハインド2は非常に好評な日本語対応の作品です。ケプラース2022年5月24日リリース日本語化モッドでの対応作品です。評価は非常に好評。
1670件中 87% の方が高評価。価格は1520円が1140円の 25% オフです。リムワールドっぽい見た目の 2DSF サンドボックス RPG。本作はリムワールドとは違い、一人のキャラクターを操作していくゲームシステム。謎の惑星ケプラースの冬眠ポットから目覚めたプレイヤーは、危険なエイリアンが生息するこの惑星で生き延びるため、資源を収集し拠点を建築して生活基盤を整え、未知の惑星を探索していくといった物語です。かなり多彩な要素が盛り込まれた作品で、クラフト、建築、戦闘、農業、サバイバルを楽しめます。 RPG 要素であるスキルツリーも多岐にわたり、独自のプレイスタイルを構築することもでき、クローン生成や敵対するエイリアンを手なずけて仲間にすることができたりと、かなり自由度の高い作品になっています。マルチプレイの最大人数の情報がなかったのですが、10人ぐらいで遊んでいる動画があったので、結構大人数で遊ぶことができるみたいです。ケプラースは非常に好評な日本語化モッドでの対応作品です。Have a Nice です。2022年3月9日リリース日本語対応の作品です。評価は非常に好評。3320件中 85% の方が高評価。価格は1650円が1485円の 10% オフ。参考プレイ時間は4時間です。過重労働の死神を描いたローグライク 2D アクション。物語の主人公は死者の魂を管理する会社デスインクコーポレーテッドの創設者兼 CEO のです。人間界で好き勝手に暴れ回り、次々と仕事を増やす社員の身勝手な行動を食い止めるために奮闘する物語です。ゲームは自動生成される社内の各部署をめぐり、社員の亡霊たちにお灸を据えていく。スピーディーな戦闘が特徴である本作は、基本武器である死神の鎌をメインに、道中で拾える武器や魔法は30種類以上が登場。また、プレイ後の業務成績によりアイテムや武器をアンロックすることができ、プレイスタイルに合わせていろいろな組み合わせをカスタマイズしていくやり込み要素が面白い作品です。ダークな世界観がモチーフの作品ですが、社内のゴシップ好きな秘書や個性的な社員たちとのコミカルなやり取りなんかも楽しめる作品になっています。Have a Niceですは非常に好評な日本語対応の作品です。アニマルシェルター、2022年3月24日リリース日本語対応の作品です。評価は非常に好評。795件中 85% の方が高評価。価格は2050円が1742円の 15% オフです。アニマルシェルター運営を体験できるシミュレーター。施設へと送られてくる動物たちを保護して、彼らが快適に過ごせるように環境を整え、里親となる人々を見つけながら施設を拡大していくアニマルシェルターの運営を体験できるゲームです。保護された犬や猫たちは怪我をしていたり飲みだらけだったりと様々、必要なケアを施して彼らの健康状態を保つ必要があります。そうして愛情を込めて可愛がってきた子たちが幸せに暮らしていけるような温かい家庭を見つけてあげましょう。あまり縁のないアニマルシェルターの現状を垣間見ることのできる作品。アニマルシェルターは非常に好評な日本語対応の作品です。はい、ここからは日本語未対応の作品の紹介です。ティアダウン、2022年4月21日リリース日本語未対応の作品です。評価は圧倒的に好評。41,400件中 96% の方が高評価。価格は2199円が1759円の 20% オフ。参考プレイ時間は12時間です。ボクセルベースで描かれたフィールドを舞台に、プレイヤーは強盗となって各マップに配置された複数のターゲットを制限時間内に全てを盗むことが目的の破壊と強盗を楽しめるサンドボックス型のアクションゲームです。物理演算に基づいたゲームシステムはほぼ全ての地形、オブジェクトが破壊可能。キャンペーンモードでは借金まみれで会社が圧迫され、怪しい人物からの怪しい仕事を引き受けるようになった主人公が金のために破壊の限りを尽くし、あの手この手で強盗に手を染めていくといった物語。マップ内には盗むべきアイテムが複数設置されており、全てを獲得して脱出ポイントにたどり着けばステージクリア。ただしアイテムを奪った時点で警報が鳴り、60秒後には警備員がやってくるので、事前に逃走経路を確保することが重要。綿密な計画、抜かりない遂行力、そして大胆な犯行を楽しめる作品。
ディアダウンは圧倒的に好評な日本語未対応の作品です。レトロウェーブ、2022年5月7日リリース日本語未対応の作品です。評価は圧倒的に好評。6820件中 96% の方が高評価。価格は310円が155円の 50% オフ。参考プレイ時間は1時間です。80年代のスーパーカーに乗り込み、ノリのいい BGM を聴きながら無限に続くハイウェイをひたすら走り続ける雰囲気重視のドライブゲームです。ゲームモードは一方通行のワンウェイ、対向車線があるツーウェイとタイムアタック、そしてスピードを緩めると車が爆発してしまうスピードボムの4つのモードが存在。走る距離や速度などのスコアがお金に換算され、新たな車の購入やアップグレードを行うこともできます。購入できる車種の中には日本語未対応なのになぜかアキナの86なんかも登場するちょっと変わった作品。レトロウェーブは圧倒的に好評な日本語未対応の作品です。ザ・スタンディ・パラブル・ウルトラデラックス、2022年4月28日リリース日本語未対応の作品です。評価は非常に好評。12300件中 94% の方が高評価。価格は2570円が1721円の 33% オフ。参考プレイ時間は2時間です。物語の主人公は会社員として働く社員番号427番のスタンリー。指示された通りにキーボードを押すだけの仕事。毎日この作業を繰り返すだけでしたが、ある日突然指示が一切来なくなり、不思議なことに仕事場から忽然と人が消えてしまったという物語。ゲームは時折聞こえてくる謎のナレーターの指示に従い、消えてしまった同僚を探して車内をさまよっているうちに、プレイヤーはスタンリーを通してとても興味深くも不思議な体験をしていくことになります。本作ウルトラデラックス版では前作の内容を全て包括しながらも、新コンテンツ、選択肢、エンディング、隠し要素などが追加されているとのことです。ザ・スタンリー・パラブル・ウルトラデラックスは非常に好評な日本語未対応の作品です。はい、今回は Steam サマーセールで Steam でしか遊べない今年発売されたセール作品を紹介しました。サマーセールの開催期間は日本時間で6月24日の午前2時から7月8日の午前2時までとなっております。サマーセールは2週間と多少は時間はあるので、以前紹介したセール中のゲーム探しに便利なサイト SteamDB を解説した動画もあるので参考にしていただければ幸いです。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたなら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆様明日も良い一日になりますように。次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。